こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で30冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、フォローやコメントなどお待ちしています。さて、今日のテーマはですね、7つの習慣で穏やかに暮らすというテーマでお話ししようと思います。皆さんは毎日なんとなく慌ただしく過ぎていって心が休まらないなと感じることはありませんか？特に僕たち HSP や内向型の人間は日中に外の社会でたくさんの刺激をキャッチしてしまうので、日々の暮らしに心地よいリズムを作ってあげることがものすごく大切になってきます。そこで今回は僕が毎日を穏やかに、そしてご機嫌に過ごすために実践している7つのルーティンについてじっくりとお話ししていきますね。まずは1日のスタートの部分から僕の習慣を一緒に見ていきましょう。とは言っても、実は1日のスタートというのは前日の夜にはすでに始まっているんですよね。なので、まずは前日の夜の習慣からスタートします。一つ目の習慣は、8時間は寝られるように逆算して寝床につくということです。僕たちデリケートな人間にとって、睡眠不足はメンタルを崩す最大の原因になります。だからこそ、毎日の睡眠時間をしっかりと確保するために、寝る時間から逆算して行動するリズムをつけてしまうんです。例えば、明日の朝6時に起きないといけないスケジュールなら、そこから8時間逆算して、夜の22時にはしっかりと就寝する。夜更かししてなんとなくスマホを見ていたら夜中になっていたというのをやめて、この睡眠ファーストのリズムを生活の軸にしてしまうのがおすすめです。続いて、無事に朝を迎えたら、2つ目の習慣、朝のルーティンを持つということです。僕の毎朝のルーティンは、まずキッチンでお湯を沸かして、お気に入りのコーヒーを丁寧にドリップすることから始まります。そして、その温かいコーヒーをゆっくりと飲みながら、パソコンを開いて自分の執筆活動を開始するんですよね。これは会社員の人でも同じで、いつもよりほんの少しだけ早く起きて、自分のやりたいことをしたり、朝活をしたりする時間を静かに作ってみてください。もしそんなまとまった朝の時間なんて取れないよという場合でも、僕のように朝一番にお気に入りの温かい飲み物を入れて飲むという、ただそれだけのシンプルな行動で大丈夫です。そうやって毎日同じ行動を重ねることで、脳がよし、今日も一日が始まるぞと安心し、心地よい朝のリズムを作っていくことができますよ。朝のリズムが整ったら、3つ目の習慣、集中するときは、ガチで集中するということです。僕がいつもラジオで低空飛行でゆるく生きようと言っているのとは、ちょっと矛盾しているように聞こえるかもしれませんよね。でも、実はそんなことなくて、これには深い理由があります。僕たちがゆるく生きるための自由な時間を長く取ろうと思うと、どうしても仕事やタスクの時間はなるだけ短い方がいいんですよね。つまり、自分が今日やるべきタスクが目の前にあるのなら、だらだらやらずに、その時間だけはガチで集中してテキパキと終わらせていくんです。僕のやり方としては、メールの返信やちょっとした片付けなど、小さくても頭の片隅で気になっている作業を朝一番にさっさと終わらせていくようにしています。そうやって小さな、でも確実にやらなければならないタスクをさっさと終わらせていくことで、脳のモヤモヤが消えて、本丸の大きなタスクに向き合いやすくなるなぁと考えています。目の前のゴミを片付けるように、まずは小さなタスクをさっさと終わらせていって、自分のエンジンに助走をつけていく。そしてその勢いのまま一番大きなタスクに向かっていくイメージですね。だらだらと一日中仕事のプレッシャーを引きずるよりも、集中して一瞬で終わらせる方が結果的に自由な時間を最大化できます。とはいえ、ずっと走り続けることはできませんから、4つ目の習慣、2時間に1回くらいはちゃんと休憩するということが重要です。正直言って、人間の集中力なんて僕たちが思っている以上に全然続きません。僕は過集中してしまう傾向もありますが、実は空回りしているだけのことも多々あります。
特に HSP の人は集中している間も脳の CPU をフル回転させているので、こまめに休ませてあげないとすぐにオーバーヒートしてしまいます。僕のようにフリーランスとして家で働いているなら、2時間に1回くらいはタイマーを鳴らしてでも一度パソコンの画面から完全に離れて、目を休めたりストレッチをしたり休憩をちゃんとしましょう。会社員の方であっても、2時間経ったら一旦席を立ってお水を飲みに行ったり、トイレに行ったり、意識的に一度仕事の空間から物理的に離れてみることがものすごく重要です。このこまめなブレイクタイムが夕方以降の疲れ具合を劇的に軽くしてくれますよ。そして仕事を頑張るためには、5つ目の習慣、小さなご褒美を用意しておくのも効果的です。僕たちの仕事や日々のタスクって精神論や気合だけではどうしても乗り切れませんよね。だから自分の機嫌を取るための小さなご褒美をあらかじめ用意しておくんです。僕の場合、今日のこの執筆作業が終わったら、近くのスーパーに行って大好きなシュークリームを買うのだって頭の中で思うだけでも、あからさまにモチベーションが上がります。このご褒美は何も高級なものである必要は全くなくて、100円や200円の小さなお菓子でも自分を心から喜ばせることができたらそれで100点満点です。むしろお金をたくさんかけないのに自分の幸福度を最大限に上げることができるお金の使い方ができるなら、それこそが一番賢くてミニマリストらしい選択ですよね。そうやって自分の機嫌を取りながら仕事を終わらせたら、6つ目の習慣、簡単でもいい、ルーティンとして自炊をするというステップに入ります。仕事が終わって家に帰ったら、外食やコンビニ弁当で済ませるのではなく、簡単でもいいので、日々のルーティンとして自炊をするようにしてみましょう。僕も普段からラジオで基本は毎日自炊をしてるよって言っていますが、何も手の込んだプロのような料理を作っているわけではありません。生姜焼き、親子丼、麻婆豆腐、シチュー、タコライス、肉豆腐といったいわゆる定番と言われる簡単なメニューをその日の気分に合わせてローテーションで作っているだけなんです。だいたい7つくらい自分が何も見ずに作れるレパートリーがあれば、それだけで1週間は余裕で回していくことができますよね。料理というのは毎日新しいメニューに挑戦して頭を使うものではなく、自分がさっと作れる定番のレパートリーを少しずつ増やす作業だと思っています。お家で自炊をすると、お財布に優しいのはもちろんですが、味付けを自分好みにコントロールできるので、体も心もほっと癒されますよ。そして、一日の締めくくりとなる7つ目の習慣は、お風呂にはゆっくり浸かるということです。夜、ご飯を食べ終わって一息ついたら、時間がある限りシャワーだけで済ませずにお風呂にはゆっくりと浸かりましょう。自分のお気に入りの入浴剤でも入れて、15分でも30分でも湯船に浸かってぼーっとする時間を作ることができたら、それは一日の終わり方としてはベストです。温かいお湯に浸かることで、日中に外の社会でガチガチに緊張していた体と心の筋肉がふわっと緩んでいくのがわかります。ここで一番何としても避けたいのは、一日の終わりに疲れてしまって、そのままリビングのソファーなどで朝まで寝落ちしてしまうというようなパターンです。あれをやってしまうと、睡眠の質が最悪になって、翌朝起きた時にものすごい疲労感が残ってしまいますからね。日中に溜まった疲れを 100% リセットするためにも、お風呂で温まった後は、スマホを置いてベッドでしっかり休息をとりましょう。というわけで、今回は7つの習慣で穏やかに暮らすについてお話ししました。前日の夜から始まるこの7つのルーティンをできるところからあなたの生活にパチッと組み込んでみてください。暮らしが仕組み化されていくと余計なことで悩む時間が減り、心の中に驚くほど静かで穏やかな余白が生まれるはずですよ。さて、本編はこれで終了ですが、ここからは本編にはあまり関係ないけれど、僕にとっては大事な話のコーナーです。さて、今日はやってみたいことが増えたという話です。僕の仕事って良くも悪くも完全にネット上で完結しています。この働き方って僕にとってはかなり最適で、淡々と自分のコンテンツを作っていけばいいので、HSP や内向型には特に合っていると思います。とはいえ、直接リスナーさんや読者さんと関わることが極端に少ないです。もし直接会えるような機会があればすごく楽しいだろうなと思うわけです。
なので、いつかジンのフェスみたいなのに参加してみたいなと。そうすれば、直接読者さんとお会いすることができるし、皆さんがどんな感想を持っているか、直接知ることができるなって。実際に出展しようとなると、いろいろと準備をすることは多いと思いますが、いつかの夢として少しずつ取り組めたらと思います。フェス限定の著書とかは作ってみたいです。面白そうなので、そんなんやってくれたら田中に会いに行くぞって少しでも思ってくれたら、グッドボタンで教えてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。フォロー、コメントいただけると嬉しいです。また、スレッズやノートなど各種 SNS も更新しているので、概要欄も覗いてみてください。ミニマリスト田中でした。バイバイ。